はい、こんにちは。柴崎ですよ。お元気ですか？もうすっかり緑が濃くなりましたね。柴崎もご覧のようにね、おかげさまで今日も元気に絵を描いてます。さて、今回は、本当に久しぶりなんですけどね、柴崎が独断であなたの作品を添削するコーナーをやってみたいと思います。今回の添削はですね、柴崎が主催するオンラインコミュニティのシバーツのメンバーの方の作品を見てみたいと思います。さて、どんな絵が登場してね、柴崎がどうするのか。では、ゆっくりご覧くださいね。はい、今回はこちらの方ですね。リクリクさん。なんて書いてあるかっていうと、ゆいさんのお庭のバラ、雨に打たれて濡れてしまったバラでしたが、とても綺麗でした。ゆいさんありがとうございました。背景は相変わらずうまくいかず、水滴の描き方も知らない。多分描き方のコツがありそうですが、私は知らない。というようになっています。ゆいさんのバラとおっしゃっているのはですね、このシバーツの中では、メンバーの方同士がですね、ご自分で何か、写真が撮った時に、それを資料として使ってくださいねというふうにね、お互いにね、シェアしてるんですね。ですから今回このリクリクさんは、ゆいさんのお庭のバラの資料を書いた。どんな資料か見てみましょう。これですね。何かな？大きな素敵なバラですね。後ろにはアジサイの咲いてるね。玄関先かな、これは。で、この白いバラを、多分ね、素敵だということでお書きになったんだと思います。それで、そうか、水滴がって言ったけど、多分この葉っぱについてる水滴ですよね。なるほど。はい。この資料を見て書いたという点で、基本的には非常によく書けてると思うんですね。特にこの葉っぱとですね、このあたりですね、この葉っぱをですね、資料よりもっと暗くして、この花をですね、ぐっと浮き立たせているというね、ここがすごく素晴らしいですね。白い花だから、自然と周りを塗ってる、こういうところですね。自然と塗るだけでも、花の形は見えてくるんですけども、それでも、もっとですね、この花の形を強調したいっていうので、葉っぱをですね、ずっと暗く描いたっていうのはね、本当に工夫があると思います。それからこの水滴なんかもですね、かなりよく描けてるかなと思います。リクリクさんご本人はね、水滴描き方は知らないとおっしゃってますけども、水滴っぽく見えますよね。後でもし添削できるんなら、その点もやってみたいかなと思います。そんな風にとてもいいんですけども、問題点としてですね、この画面全体から見るとですね、この花がですね、少し小さいんですね。小さく、全体が小さく描いたんですね。だから、画面に広がりがないっていうかね。特にですね、小さく描いてしまった時に、例えばこういうところですね。画面にギリギリに入ってるっていうところがね、柴崎の視点から見るとね、ちょっと気になるんですね。どうしたらいいかっていうのは、もっとこれを大きく描くというのが、結論なんですけども、そのような捉え方が少しこじんまりしてしまった。それからこのバラの花のですね、この基本形がね、これももうちょっと捉えるようにね、描いたらさらにいいだろうというふうに思ってます。では、このあたりをね、主に中心にちょっと添削してみたいと思います。はい、それではやってみましょうね。まずですね、バラの花を画面の中に大きく描きましょうね。この辺かな？まずぐるぐるっとですね。で、バラの花を大きく描くと、さっき言ったように葉っぱがこういうところに突き当たった風にならなくてですね、花が大きいから葉っぱも大きくなるということで、画面の外にはみ出すように描くことができます。こういう見方がいいと思うんですね。で、じゃあバラの花。こちらもいくつも資料を見ると葉っぱがありますので、そういうのが重なってるんだというような考えですね。で、まず、バラの花の捉え方ですね。バラの花はですね、ご覧になって分かる通り、中がですね、
このようにこうして壺のような形してるんですね、こうやって。これを、ここをちょっとね、こういう感じを大切に見ていくといいかなと思います。でこの壺のような形の周りに、こう、花びらがですね、こうやって、こんな感じかな。こうなってですね、こう、取り巻いてるわけですね。こっちの方にも、こんな風に来て、こんな感じかな。取り巻いてる。ここからも、ここからもこうなってますね。こうなって、こうなってる。もう一個こうなってるっていうね。見ると限りなく面倒なんですけども、そして、だからここにも、こんな風になって、こんな風に取り巻いてるわけですね。こちらもちょっと見えにくいですけども、ここもこうやって、こんな風に取り巻いていると、またここがこうなって、次々とこんな風になってるわけです。要するにこの壺の周りに花びらがこうやって重なってるわけですね。そのような見方でしょうか。これがこっち抜けて、こっち来てるんですね。こう来て、で、こっちへこんな風に抜けてきて、ここにこう行くのかな。ここから、ここに至ってるんですね。もちろん花びらとかですね、そっくりじゃなくて、大体の形を、捉えることが大事かなと思います。こんなんでて、ここに赤いとこあるわけですね。ここはもうちょっと小ぶりに描きましょうか。このくらいかな。こっちはもっと小ぶりなんだね。ここは小さくて、ここが大きい。ここはもう少しこう重なってきてこっち行ってんだね。こうやってこう来てんのか。あと葉っぱがここにこうなって、こっちにもちょっと葉っぱが来て、つぼみはこう少し、こう葉っぱと同じですね。こう切るぐらいの気持ちで描かれたらいかがでしょうか。こんなになってこうでいいですか。こっちか。こうなっていて、ここにアジサイがあるんですね。アジサイどうしようかな。こっち、ここら辺にアジサイがこうやってあるという感じ。で、あとバラの葉っぱがこれにこう重なって、こんなになってるという感じでしょうかね。それでは、塗ってみたいと思います。まず、バラの花の先端を描きましょうかね。ここは、まず、ウェットインウェットでですね、ちょっと塗ってみたいと思います。また乾いて、もう少し絵の具が落ち着いた状態で重ねていきましょうね。それから、このバラがとにかくここは壺のような形してますので、その立体感ですね。光がこの葉っぱに当たり方だとこう来てるように見えますので、こちらが日陰になってるんですよね。こちら側が、この花びら、ちょっと面倒なんですけどね。この花びらを除いて、こっち側がこう日陰になっているというわけですね。はい。ここも、こう日陰。それから、ここら辺も、ここも日陰なんですけどね。よく見ると。要するに、光の反対側が非常に日陰だろうというふうな見方ですね。
ちも薄く日陰ですね。みんなそう見てしまいましょう。こうかな。こうかな。これもそう。これもほとんど日陰。日向がちょっとあるくらいですね。これもほとんど日陰。これも内側なので日陰。ここも日陰。それから、こんなことかな。それで、ここも日陰。ここはちょっと日が当たってるんですね。こうやって、ここまで買っちゃいましょうか。こう日陰。それから、ここが、花びらを透けて見えるので、色がついてるんですよね。こうやって。こんな具合かな。このところ。こんなに色がついて見える。よいしょ。こっちもそうですね。この辺りもそう。で、これがおちんと溶け込んでる。これでいいかな。それから、ここが、こうなって、あと日陰ですね。このくらい日陰で、ここは日が当たってる。こうなっている。ここも日陰が多い。花びらも細かく見るとですね、きなが細かくて、どんどんこっちに引きずられてしまいますけども、できるだけこれが壺のような形してるんだというふうな、基本的にはそういう割り切りですね。ご自分の中で割り切ってみるというようなことが必要かと思います。そうしないとですね、本当に自分がやってることがわけわかんなるとね、いうことです。さあ、一応塗りましたので、今度は他を描いてみましょう。そして、リクリックさんは、この花が、こういうところにそうだ、水滴があるって言ったね。こういうところに水滴がある。じゃあ、ここら辺水滴があると、だから、雨が上がったばかりですね。ということは、ここが茶色系の色に塗ってるんですけども、なんかもっと曇天とかですね、なんか自然の空のような感じにした方、空間にしてしまった方がいいかと思うんですね。なので色を変えてみますね。少し曇り空のようなですね。色。はい。で、そんな感じに、これたっぷりですね。こっちがこうなって、こうかな。たっぷりなので、塗っておきましょう。あと葉っぱ柄変わんない。では、これが花びら。葉っぱがもうちょっと大きいんですね。この辺から来てるのか。こんな葉っぱなんだね。こうやって塗ってみると。では、どんどんと曇天にしていきます。そして、ここをこう暗く塗ってくるので、白いバラの花に見えるといいんですけどね。こうでしょうか。上の、そうだ。ここに、アジサイが咲いてるんですよね。アジサイ。これはこうタッチを生かして、上の面をこう紙の白をこうちょっと残すようにしてですね、こう描くといいかなと思います。色をちょっと濃いめの色を巻いてるんですね。こんなアジサイでしょうか。こうかな。ただこれは脇役なので、あまりがっちり描きすぎないようにします。はい。
で、このアジサイがまた引き立つようにですね、また、曇天を塗ります。こうやって、紙の白を残してですね、こうでしょうか。で、これはこっちへ広げてくると。こっちですね。よいしょ。こうかな。そして、こうだね。まあ、こっちは、これが花びらですね。じゃあ、こんな風にやって、花びらを残して、とりあえず塗ります。葉っぱのところもみんな塗ってしまいましょう。はい。こっちもちょっと一緒にこう塗っちゃおうかな。で、これでここのですね、アジサイのところにこう重ねて、立体感ですね。はい。では、ちょっと塗ったので、バラの葉っぱを塗りましょうね。バラの葉っぱはリクリスクさんね、大変暗く描いてくれてよかったんですけども、ちょっと黒っぽすぎるので、まずは基本的には緑ですね。でもこのままだと少し色味がバラの葉っぱには弱いので、クリムゾン冷液をですね、この画面の上で混ぜます。こうしてですね。そんな感じで、花びらが、これかな。花びらを残してですね、葉っぱを塗ります。で、同時に、ここに水滴があるんだよね。水滴の光ったところを作りたいので、紙の白を残してですね、こんな風にして、よいしょ。葉っぱを塗っていきます。では、以下同文なので、一斉に塗ってしまいます。水滴の白を残してですね、こうやって塗っていきます。花びらが、これだったかな。こうやって水滴の白を残しながら、たまたま白残ったところでいいんですけどね。花びらを作って、ここも、これが花びら。こうかな。こうかな。まだ葉っぱがあったね。いっぱいね。もうタッチで描いていきましょうね。こっちの方にもある。からここにもちょっとオーバーラップしてあるかもわかんない。こっちの方にもですね。それからここにもある。よいしょ。ここもそうですね。はい。タッチを生かして描きましょう。ざっと塗ったかな？ざっと塗りましたら、ここにですね、今ほとんど同じ色なので、色を重ねていきますね。例えば、ここは中心。こうやって描くと、光がですね、この葉っぱの上に落ちて、ここは影になってるっていうふうに見えると思います。例えば、こんな風ですね。こんな風にやってもいいし。それから、こうやって葉っぱの中心を描いたり、そんなことができますので、ここにですね、ここら辺の葉っぱは下の方にあるので、こんな暗いブルーの色を重ねしてみるとかですね。それから先ほどやったように、ちょっと赤系の色を少し入れてみるとかですね。色が単調にならないように、
このように重ね塗りすることで、ウェットウェイトの効果で色を複雑にしていくという操作をします。黄色を重ねてみたいですね。大きくですね。これだけでだいぶ緑に変化を作ることができます。リクリクさんのね、この葉っぱの色も本当に暗くしてくださってね、花をガッと見せてくれたのはもう非常に良かったですね。だから思い切って暗い色。なかなかこれがね、分かっていてもね、できないんですよね。こんな暗い色ですよね。暗くすれば、対比の効果でそのものの形がはっきり見えるっていうのはね、なんとなく分かっていてもですね、じゃあいざそこに暗い色を乗っけましょうとなるとね、勇気が出ないっていうことがよくあります。こう一回塗ってですね、例えばこんなのでこうやって引っかいて葉脈を作ってですね、それからこういうとこも塗ったとこ絵の具を取って葉っぱのなんか光沢感ですね、そういう表現をされてもこんなことしますね。楽しいかと思います。つぼみですね。ここら辺暗いんだよね。こうなっていってこうか。さあ、それではこうですね。もう一回この内側を描いていきましょうね。こんななって、こんなんくねくねと。で、少しこうやって、濡れた筆先でところどころ触ってですね、色に濃淡の変化をつけてみるということですね。それから、こんなところの、なんていうのかな、花びらがひっくり返ったところですよね。こういうとこちょっと触ると手前にひょんと出てきます。こういう表現なんかも、大切といえば大切かもわかんないですね。その中随所あるんですけども、特にここら辺はですね、壺のような形がポンと手前に出てきているので、ちょっと手間でもですね、やられた方がきっといいと思いますね。これの日向日陰の具合。光が上から来てるんだ、右上から来てるんだという意識で、だとどこに日陰がつくかなということだと思いますね。例えばこれがこのため日陰になってしまうとかですね。なんかすると、ここにポンと穴が開いたように見えると思います。ただそういうことだけなので、あまり詳しくですね、やらなくてもいいんですけども、このくらいかな。こういうとこもちょっとやりましょうか。ちょっと書き起こしですね、こんなところ。で、ご自分の花びらがですね、こうやって手前に見えてきたかどうかを、確認しているということですね。こうで。はい。あとは、こんなとこをこうなって、
こういうことかな。こんな前後感ですね。これ、こうなって、こうなって、こうなって、それからこっちサイドですね。こっち。それから下側。よいしょ。こんなんかな。これもうこうなってきていて、こんなんかな。はい。ここはちょっと引っ掛けですね。肉陸線がとても上手に描いているので、柴崎としてもとても苦労しています。はい。この辺。あとはちょっと書き起こしですね。この辺、なんかこうなっていて、これ下側が暗いんですね。こうやってね。こうでしょうか。ここは何もない。それで、ちょっとこう重ねて、葉っぱの上下の感じ。ここに使ったような緑の色をここに入れまして、花びらと後ろの葉っぱとのちょっと一体感ですね。これもこうなってるのか。この周囲の色を入れておくというのはですね、絵の調和の上で非常に大事だと思います。それから、少しピンクの色。こんなんかな。はい。後ろの方もう少しちょっとお化粧しましょうか。そしてこの水滴ですね。これはですね、まずこうしてですね、こうやって明るくしてきまして、で、この水滴の光った周りですね。この光った周りを少し暗く描きます。細かくて見えるかな。それでですね、この下側、ここですね。ここにこの水滴の日陰をつける。というふうにします。見えますか？とても小さいので、拡大してですね、見ていただかないと、無理かと思うんですけども、
こうやって、こうですね。そして周りをもう一回暗くして、それでここですね。この水滴の影をこう描きます。もうちょっとこっちもやっちゃいましょうか。水滴見えるでしょうか。はい。ということでですね。ちょっと書き起こして、あとは、バラですので、こんなとこですね。少し。葉っぱの特徴を書いてですね。見落としたとこないかな。周りの色を少し加えてですね。調和をとって、大きな葉っぱ、タッチですね。ちょっといらない線を消しますね。はい、出来上がりです。はい、ね、書き上がりました。もうリクリクさんの絵もね、本当にもうしっかり丁寧に描けていて、素晴らしかったんですね。ただちょっとこう画面の中の入れ方ね、ちっちゃかったので、こうはみ出すくらいね、特に花なんか大きく入れましょうというのが、柴崎のアドバイスです。ということでね、柴崎ね、あなたがね、この動画ね、面白いなって思ったらね、ぜひチャンネル登録してほしいと思います。この下にね、登録ボタンがありますので、そこをポチッとしてくださいね。あと、柴崎はアートクレヨンを使った教室をやってます。これは月に1回なんですけども、場所は東京日本橋のね、ペンテルさん本社でお教室ということで開いてます。一応人数限定ですのでね、もしご興味ありましたら、早めにこの動画の概要欄からね、内容を見てください。待ってますよ。今日も長い時間最後までね、見てくれて本当にありがとう。また次回、違うテーマ、そして違う作品であなたとお会いしたいと思っています。それまでお元気にね、お過ごしください。はい、どうもありがとうね。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴アーツメンバーなら柴崎に直接
質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんなシバースのメンバーが先日、銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。よろしく。